桃津さんにこのお弁当を作ってもらいました。お弁当用冷凍食品ベスト10をご紹介します。王道のコロッケって感じですね。冷凍 OK！ はい、やってみました。この冷凍チャンネル、冷凍おすすめの冷凍食品とかも紹介しているこの冷凍チャンネルなんですけども、今日はですねゲストに来ていただいております。ゲストです。はい、冷凍食品マイスターの竹村大さんです。よろしくお願いします。はい、冷凍兄弟です。はい。あとですね、スーパーエコご飯研究家の百瀬さん。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。百瀬真由美です。よろしくお願いします。はい。で、お二人は別の大桃食堂という YouTube チャンネルもやってまして、そちらには僕も出演させてもらってるんですけども、はい。今日は僕の冷凍チャンネルに来ていただいたということですね。はい。で、今日はですね、お弁当用冷凍食品ベスト10をご紹介します。お。もともとやっぱり冷凍食品ってね、はい、お弁当用から始まったと言っても過言ではないぐらい。そうですね。やっぱスーパー行っても、いまだにやっぱお弁当用の商品のエリアがやっぱ大きいかなと思いますけど、主婦としてはやっぱみんなそこチェックしてますよね。周りの人とかもう絶対に冷凍庫開けると何種類かは絶対入ってるんで、注目ですね。そうですね。やっぱり朝お弁当を作るって時に、一から全部作ってると朝忙しくて大変なので、冷凍食品を詰めればもう美味しいお弁当ができるっていうところでやっぱりこの冷凍食品すごく注目かなと。タイパもだし自然解凍できるものとかもね。そうね、最近というか結構そういうのも多いしね。そうです。お弁当用冷凍食品を使っている方もまだ使ってないっていう方もですね、何から買ってみたらいいかってわからない方も多いかと思いますので、今回はですね、売れている王道のこのベスト10をご紹介しようと思っております。で、今回データとしてはですね、フェリカネットワークスさんというところの、ID レシートデータというものを活用させていただきます。で、そちらがですね、家計簿アプリを作られていて、でそこでレシートのデータが溜まっていますので、スーパーマーケットで購入されたお弁当用の冷凍食品の購入データですね、この購入金額が高いこのベスト10を順番にご紹介しようと思います。はい、それではベスト10紹介していきたいと思います。第10位はこちら、日霊フーズパリパリの春巻きです。これね、ありがとう30周年。だから30年の歴史があるわけですね。春巻きなんか揚げ物を朝やるのは大変なんで、揚げてあるっていうこともいいですし、ちびっこにもね大人気ですよね。そうですよね。でこれさっき言ってた自然解凍 OK だしね、凍ったまま入れることもできるということですね。春巻きといえばパリパリなんで、冷凍食品でもちゃんと再現できてると。これね、サイズ感がいいんですよ。本当にお弁当サイズで。そうですね。ちょっとじゃあ早速開けてください。もうすでにパリパリね、わかる。美味しそうですよね。凍った状態なのにこれでももう食欲そそりますね。電子レンジで加熱して食べたいと思います。で、あとはですね、結構ポイントとして書いてくれてるんですけど、この加熱後3分程度置くと皮がパリッとしますということですね。これ少し置いていただくと水分が飛んで皮がパリッとするっていうことですね。すごいすごい。パリパリの音するね。パリッとしてる。はい、こんな感じですね。はい。じゃあいただきます。パリパリやん。でもちゃんと揚げてる感じもあって、満足度が。そりゃ売り上げナンバーワンですわ。パリパリ。やっぱタケノコの食感がやっぱすごい存在感ありますね。本当に味わいが本当に本格中華のこのあんの美味しさなんで、やっぱそこもやっぱ食欲が湧きますよね。脂っこくないし。脂っこくない。でもちゃんと揚げた感がすごいね。レンジでここまで再現できるんだ。やっぱオイスターソースも結構効いてますね。効いてますね。でもちゃんとお弁当用でご飯が進む味になってると。全然お弁当だけじゃなくて、その食事に食卓に出しても全然遜色ない。じゃあ続いて第9位はこちらです。日本オーマイ2種のスパゲッティナポリタン&焼きそばソース味です。商品名が長いんですよ。この2種類のこの
冷凍食品がですね一つの商品になっているということですね。日本産の、オーマイということで、スパゲッティの有名ブランドになりますけども、ナポリタンと、焼きそばがもうカップに入った状態でセットで販売しているという、これありがたいのよね、使ってた。おかずとして入れることもあれば、主食として麺類として入れてもいいということですね。いやほんとねこれちょっと欲しいのよ。お弁当にちょっと欲しいんだけどこのちょっとをさ自分で作ろうってなったらさ結構な手間だから。ですね、これ実はそのままじゃなくてチンしてロールパンに切り込み入れて、いいね、その量がぴったりなんですよ。確かにそうかもしれない。焼きそばパンになるわけですね。そうなんです。おこういう感じですね。これ一つ一つがこういったトップシールっていうことになってるんで、冷凍保存中も持ちがやっぱいいっていうことですね。これねすごいいいなって思ったのが、使ってるうちに1個になってもこの何分加熱しなきゃっていうのが分かんないと全部に書いてあるそうのね。袋に入れておかなきゃいけないとかある。いやそこねそういうねユーザーに優しいね。はい。でこちら蓋を取らずにですね、そのまま電子レンジで加熱できるということでこのままチンしたいと思います。で電子レンジ加熱終わりました。おもう美味しそう。やっと見えた。コーンいっぱい入ってる。はい。うんいいね。おテリッテリじゃないですか。でこれもやっぱ日本産が作ってるってことでパスタなんですよね。そうなんだよね。焼きそばソース味なんだよね。2種のスパゲティで。いただきます。やっぱこれケチャップがやっぱいいですね。パスタのコシというか残ってるよねしっかりね。王道のナポリタンって感じですね。王道ナポリタン。ソースも辛すぎなくてフレッシュさがあって美味しい。焼きそばも食べましょうか。スパイスの香りは本当にしっかりしてて、だけどオタフクソースだから甘い。スパイスの香りはするけど辛みは全くないからね。ご飯にも合うし、パンにも合いますよね。はい、続いては第8位はこちらです。日水ほうれん草3種の数です。おお来たね。これですね。これは来ると思ってたよ。お弁当用冷凍食品といえばこのカップに入った副菜系のやつが人気なんですけども、その中でも特にこれが人気ということですね。そうよ、だって緑も入れたいし、野菜取りたいじゃない。どうしても野菜って不足しがち。そうですね。本当にお弁当だと特にだよね。でほうれん草はやっぱ栄養価も高くて健康にいいってイメージもあるので、それを使ってるってところもいいですし、しかもやっぱ3種類違う味のほうれん草のこの副菜が楽しめるっていうのはありがたいですね。飽きさせないですよね。ごまあえおひたしバター炒めですよ。凍ってるね。凍ってますね。いいですね。トレーにも入っていて、で点線があるので、取り出しやすくもなってますし、でそれぞれ違う味付けのものが入ってるっていうことですね。カップの色とかも結構こだわってて、お弁当がやっぱりどうしても色が寂しくなるからカップの色も結構鮮やかにして、お弁当が華やかになるようにしてるみたいですね。カップで補ってくれるっていいですよね。いいですね。でこれは自然解凍の商品なんで、このままお弁当箱にも入れられるということですね。これ指入れるようなんですかね。そうだよ。多分指入れるよう。取り出しやすいようにね。そうですね。ちゃんとそういうのもあって、このトレー自体ももうオリジナルで作られてるんで、この切り取りやすさとか材質を量を減らしつつも強度を増すように特殊な形をしてあったりとかもいろいろ工夫されてるんですよね。日水。日水の人ではないんですけど、これ電子レンジでチンしました。じゃあまずごまあえから皆さん食べてください。はい、どうぞ。まあもう本当安定感。同じほうれん草でも味の傾向がやっぱ違う仕上げにしてますよね。ではこのバター炒めにちょっとここで洋風を入れてきてる感じです。そうですね。バターの香りもしっかりあって。でもねバター炒めだけどちょっと和の感じする味だね。お出汁が入ってる。お出汁入りのバター。続いて第7位はこちらです。マルハニチロエビとチーズのグラタンです。これはもう子供大好きなやつよ。鉄板だよね。鉄板だよ鉄板。お弁当でグラタンを食べれるってこんな嬉しいことあるのかっていう。いや本当衝撃だよねこれね。華やかになるのよお弁当の中が。はい。このデコレーションされているエビも乗ってて、でこのクマちゃんというこのキャラクターですね。オリジナルキャラ。占い
は占いが載ってるのよ。い。食べ終わった後にそう出てくるやつ出ね。てくると。それ見たさにねそう食べちゃうもんね。そうやっぱお子さんなんかね。はい、あらー、カップがなんか可愛いよねカップ。いやこのビジュアル最高ですよね。うんまあ色付けされたポテトがうんこのマッシュデコレーションされてるってことで、ここもやっぱすごく画期的ですよね。あとね、エビがちゃんとねボンって入ってるのが嬉しい。そうですね。はい。ということでね、これ電子レンジで加熱しました。もうこんな感じですね。まあ香りがいいよねもう。うんいただきます。滑らかでクリーミーで。うん。ミルキーだね本当に味が。マルハニチュロはいわゆる大きいグラタンもやっていて、でグラタン自体にすごく知見もあるということで、このカップグラタンもなんか子供騙しの安っぽいグラタンじゃなくて、ちゃんとクリームが美味しいっていうことですね。子供騙し。いやエビもねプリプリしててはい美味しい。臭みもなくて。いや今の子はね騙されないですよ。でもこれはちゃんとキャラクターも可愛くさて、すがね売れてるだけはある。いやちょっとせっかくだから占い見ましょうよ。はい。占いをねこれが肝心よ。こっちは何？ウルトララッキー先生に褒められそう。やった西川先生に褒められる。ね、さっきから怒られてばっかりなんだけど。本当だよ。でこっちはクマちゃんで思い切ってやれば大成功。これがもう一つずつ違うことが書いてあるから、まあ、何が出るかなっていう楽しみがありますね。まあお子さんにしてみたらねこれ、今日何出るかなが、うんトータル優しい商品だね。で続いて第6位はこちらです。はい、日霊フーズ衣がサクサク牛肉コロッケです。きた茶色系。揚げ物。はい、歴史も長くて、もう本当に日霊を代表する商品かなと思いますね。衣がサクサクっていうのは揚げ物得意だからね。そうです。多いよね。しかも電子レンジでチンしてもこのサクサク感が出す技術が使われてるわけですね。でこれもコロッケだけど自然解凍 OK と。なのよ。そうですね、なんかねコロッケとか自然解凍したら美味しくなさそうなねねいや本当だよ。イメージありますけど、まあ、これも凍ったままお弁当に入れられると、しかも美味しいという。ね。おーいやもうやっぱりサクサク感がするな。全然しっとり感じゃないもん。ないね。いや美味しそうです。もう調理する前からもう美味しそうですね。本当このまま食べられそうなまたクオリティで。お弁当に限らず夕食としてもちょうどいいサイズですね。あとこれまあ北海道で作られていて、しかも北海道十勝産じゃがいもも使われてるってことですね。じゃがいもが美味しいちゃんとしたコロッケになってるということですね。はい。で今回これ電子レンジでチンしました。こんな感じですね。あもうサクサクがわかるよね。そうですね。音するもんちょっとじゃあ切ってみましょうか。お願いします。サクッと言いましたが。言いましたねうんはい。いいですね。王道のコロッケって感じですねいや。本当にね美味しいんだよ。俺牛肉も入っててさ。じゃあちょっと実際食べてみたいと思います。どうぞ皆さん食べてください。あサクサク。ちょっとさっきより時間を置いたから、さらに水分飛んで揚げたて感が出てるよ。もう安定よ。うん。これはねちゃんと揚げてあるし。ちょっと甘めの味付けが、でもじゃがいも自体の美味しさもあって、王道ですよね。いや本当にだからソースかけなくていいぐらいしっかり本当に味がついてるから、衣の甘みとかも余計なねソース入れる必要ないっちゅう。そうですね。やっぱ今お肉とかも値段が上がってるんで、牛肉使ってるというのも本当に贅沢ですよね。コロッケはやっぱ牛肉ちょっと入ってた方が美味しいよね。そうですね。今回はですね、このランクインしているお弁当用冷凍食品をこの百瀬さんにお弁当にしてもらおうと思います。はい。ということでね、百瀬さんにこのお弁当を作ってもらいました。はい。はい。めちゃくちゃ美味しそうですね。はい。これコロッケ、先ほどのやつですね。はい。これどうなってるんですか？これさっき試食した時はチンしたんですけど、自然解凍も大丈夫っていうことだったんで、半分に切って詰めました。あ、じゃあ凍ったまま半分に切って詰めてるわけですね。はい。利点としては硬さがあるんで詰めやすいんですよね。凍ってても包丁が入りましたね。はい。でしかも1個丸ごとだとちょっと入れづらくなるんで、凍ったまま半分に切るとこうやってお弁当入れやすくなると。あとね食べやすくもなるし、茶色がドーンって入ってるよりも断面見えた方が美味しそうに見えるかなと思って今回はそうしました。はい。確かに断面があると全然違いますね。
あとポイントはまあちょっとギュッてした方がお弁当美味しそうに見えるので、はい、ほうれん草とかは隙間にも入るからそうですね、めちゃめちゃあるとここめっちゃ隙間に入ってますね、このちょっと余った隙間どうしようって時に、これがうまいこと入るわけですね。あとはもうねこのね紙はい色がついてるからはいカップがめちゃめちゃ助けてくれてるなっていうのが分かる。そうですね、引きで見た時にやっぱこの黄色とか赤の色ってすごく美味しそうに見えますよね。あとはこのナポリタンも入ってて、で焼きそばも、これちょうどこの細長さっていうのもいいですよね。そうナポリタンに関しては幅がちょうど良かったんですよ。あ、このサイズに、隙間に入ってるわけですね。でこの焼きそばソース味は縦に入れて、で横にブロッコリーとかを入れて、まあ形も崩れても大丈夫だから全然ほんと使いやすい。春巻きも今回カットしたんですね。そうですね、はい。でやっぱこのグラタンの存在感やっぱ映えますよね、で今ねやっぱ自然解凍凍ったまま入れて便利っていうのもよく言われるんですけど、個人的には解凍した方が詰めやすいなとは思うんですよね。凍ったままだと形がもう固まっちゃってるんで、そうものによって使い分けていいかなと思います。そうですね、溶かしたらお弁当開けたらもう偏ってて、隙間が空いてることもあるんで、しっかり冷たい場合はまあ解凍してから入れた方がビシッと入りますね。そう入りますね。余裕があるからいろんな形にこう対応できるから、ガチガチだとどうしても詰めづらいこともあるんですけど、だからもうグラタンは結構チンしちゃった方がいいと思うし、コロッケはまあどっちでもいいけど詰めやすいのはこういうやり方もあるよっていうところかな。隙間とかも入れられるので。そうですね、お昼になってお弁当が開けてこれが出てきたらすごい嬉しいですね。本当ですか？よかったです。今日はラッキーと思いましたでもね、もうほぼほぼ冷凍食品。そうですね、だから朝本当作るのも本当これだけ冷凍食品を活用すれば手軽だけど、これだけ見栄えも美味しさもできるお弁当を作れますね。冷凍食品専門家冷凍王子が人生をかけて作った一冊、冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本レシピ付き自由国民社から絶賛発売中です。